始まりました。撮れてると思います。今回の動画は、見てもらえばわかるんですけど、アリーナから画面が始まっています。これはやばい回なんじゃないですか。アリーナから始まる回はやばい回です。やばい回ですよね。まさかヒストリックブロー。いや、その動画多分誰も見てないと思うんで。一応、環境が変わりまして、環境はどうやら変わったぞということで、なるほど。逃走者の環境ですか？いや違います。逃走者の環境も変わんないですね。逃走者って環境は一応スタンダードの環境が変わったということで、今回スタンダードのデッキを作ってきまして、これデッキリストがもう公開されてます。今僕の作ったスタンダードの。スタンをやってらっしゃる方なら分かっていただけると思うんですけど、絶滅危惧種になってないですか？大丈夫ですか？まず赤タンなんですよ。はい。赤タンなんかできるわけないじゃん。で、赤タンやってる人は今思ってます。ああ、そうなんですね。そうです。赤タン今の環境でやるのほぼ不可能に近いというか。なるほど。まずその化け物がいる時点で、はい、化け物黒の化け物と白の化け物がいて、はい、シオルっていう化け物もいるっていう絶望的な環境なんですよ、赤タン。あいつらってちなみに採用されてるんですか？その黒と白の化け物たちは。いや、あんま見ないですけど、でもファイレクションの抹消者はね、普通に入ってくるデッキありえるんじゃないですかね。でも見てないんですよね。でも僕やってないんで見てないっていうか、前提想像でこれ作ってきたんで環境がそもそも固まってないんで、何か当たるかっていうのは結構難しいところなんですよね。まあね。はい。だから想像で今回デッキ回しません。これ空想のスタンダードですか？そうです。空想のスタンダードの世界が始まりました。やばいなこれ今回びっくりする方いらっしゃると思うんですけど、これアリーナ戦やりません。このデッキ構築をただ語ろうっていう回になります。なるほど。大丈夫ですか？今だいぶ脱落した人いるかもしれない。もう見てない方いらっしゃるかもしれないですけど一応赤タンなんですが、はい、こうすると赤タン戦えますよっていうのを紹介するという感じになります。現在のだから赤タン理論のご考説を、はい、僕の中で今最強赤タンはこれだっていうのを持ってきました。はい。で見てらっしゃる方はもう分かって察しがよく分かってくださると思うんですけど、黒足してます。はい。タッチしてます。はい。これ実は最近たまに赤緑の改善みたいなのが上がってたりするんですけど、それBO1 でやってる人はそれできるんですけど、BO3 だと赤緑の改善勝てません。そんなのだってもう化け物出てきたら終わりなんで。でもなんでかわかんないんですけど、僕このデッキの一番重要なカード、これ見てください。何が一番重要だと思いますか？このデッキ一番重要なカード。一番重要。今結構枚数出てますが、一番これがデッキの核だっていうカードが1枚あるんですけど、ただの赤タンにしか見えないですよね。見えないですね。はい、僕が一番この重要だと思ってるカードを紹介します。はい、これです。スランの門。はい。これ実は、ファストランドが今実は1枚多い状況だということをまだあんま気づかれてる方いらっしゃらないという。それペインだからね。でもアグロだったら、はい。っていうかだから問題ないということですね。そうなんですよ。今実はファストランド2枚詰めるっていう、8枚詰めるんで、一応3にしてるのはダメージあんま食らいたくないからっていうのと、黒そんなに数いらないんで、1マナ黒出ればいいっていう構成なんで3にしてるんですけど、これここファストランド2枚構成っていうのはかなりアグロとしては強い、ということでこの赤黒が今いけるというのに気づいたというのがこのデッキのポイントです。なるほどね。でここ状況入ってます。のどくみ狙いと冥府の掌握2枚ずつ、これそれ大丈夫ですか？なんでですか？それ
せっかく赤単なのに腐らないですか？これがね腐らないんですよ。あ、そうなんですか。今ねこう環境的にとりあえずバケモンがいる可能性が高いんで、はい、4枚ってことはだいたいまあ手札に1枚来るぐらいの計算、来ても1枚なんで、バケモンが来た時に対処できるカードがないと、4ターン目しのげないんですね。やっぱり4ターン目シオール出ちゃうと、終わっちゃうんで、シオールしのげなかった時終わっちゃうんで、まあ4枚ぐらいメインから入っててもいける計算です。なるほど。でなぜ2枚2枚にしてるのかっていうのは、分けた方がいいからですね。一応そのアーティファクトだった場合困るっていうのと2点食らう場合困る、一応分けた方がいいんで2枚2枚にしてますね。単純に例えばドリウス兵士みたいなアグレッシブなアグロデッキとかだったりしたら、まあいるのかどうか知らんけどさ、はいはいはい、冥府の掌握はちょっとライフルーズがきついし、そうですね、はい、アーティファクト使うその3マナの天使、はいはいはい、そう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 、はいはい、とかだとのの首狙いきついよね。そうです。だから一応多分分けた方がいいと思いますね、できれば。4枚にしちゃうと偏った時に困るんで、分けた方がその有利取れると思いますね。まあ、ただ腐る時は腐るからね。まあ腐る時は腐りますけど、可能性としてはランダムになるんで、でまあこのマナカーブ的には完全なスライだと思うんですけど、もう太古のマナカーブです。はい、これ実質トップが3だよね。そうですね。一応支部の壊滅者がフラット受け、ってことだよね。そうですね。フラット受け、一応この血に飢えた敵対者がフラット受けで、支部の壊滅者フラット受け、一応救いも一応フラット受けの形になりますかね。まあフラット受けはねやっぱ重要ですからね。あとこのミッションの鋳造上2枚フラット受け、それも強いよね。であと双剣弾がフラット受けになってますかね。でまあ一応これでまあ戦えるはずなんですけど、一応ポイントとしてはこの増員された浪人、こいつ結構僕の中でお気に入りと言いますか、パイオニアでも実は僕こいつ使ってるんですけど、ラスされないですよ、っていうのがポイントになってまして、まあ結局除去しなきゃいけないことになるんで、ソーサリー除去効かないんで、まあ結構な確率で強いんじゃないかなと思ってて、同じ理由でこのソーランの巡回者、これ誰も使ってる人も見たことないと思うんですけどだって一押しのカードですよね。これ僕が一番推してるカードです、これまあこれ一応デッキを回してくれるカードになってまして、まあ多分知らない方はいらっしゃると思うんですけど、奇襲で21泊22泊の10上げるっていう能力なんですけど、12の10上げるっていう能力なんですけど、で奇襲なんで、要は死んだらドローできるんですね。これまあよくあるパターンというのがまあ1ターン目動くじゃないですか、で2ターン目相手大体構えてくるんですよ、ノーデッキも、まあアグロだったらもちろん出してきますけど、でこいつ奇襲して殴りに行くと、こいつ除去るの微妙じゃないですか。まあねこいつ除去ってドローするしみたいな、結局2点その軽減してるだけになるんで、こいつに除去打たないとまあ赤単っていうのは分かると思うんで、除去は他のやつに打った方がいいって判断をすると思うんですよ、そうすると2ターン目こいつ出したことによって、その要は追加ターンを得てるという大げさな表現きた大げさな表現きたぞ。はい、こいつ追加ターンですタイムウォークじゃない。はい、タイムウォークです。2万のタイムウォークおかしいこと言ってんだよだと思ってるんですよね。ワンドルもしてるし、土地は置けないですけどまあ結構速攻で並べてくるんですけど、速攻多いんですけど、そこはね重要だよね。赤単なんで、だから赤単をもしやってて赤単いけないなと思ってる人は、一応黒タッチできるっていうのを覚えておくと、これ結構戦える構成になりますんで。これ別に足す色は黒じゃなくてもこれいいんでしょ。だって正直何色でもいけるんだよね。いやファストランドの関係で、いけるのは緑だけだと思うんですよね。なるほどね。そうなんですよ。だから緑は
いけないんで、状況がないんで。なるほどね。ってことは、やっぱ黒足すのが正解だと思うんですよ。なるほどね。合ってますよね。いや、まあ合ってるのかとちょっとスタンやってないんで知らないですけど。僕もスタンやってないんで知らないんですけど。この回大丈夫か想像でこれいいんじゃないかなっていうのを話してて、じゃあ、想像のサイドボードの話します？はいはいはい。想像の大丈夫か？サイドボード。相手がどんな出来かとか理解してんのかこれ。しないでサイドボード組みます。やばいなやばいぞ。でもサイドボードって相手が、一応、まずコントロールを想定したカードとして、まず脅迫が。コントロールっていうデッキ種いるんすか今？いや、結構最近見ますよ。ウルザ関係のコントロール。本当に？はい、結構、ウルザが強いんですよね。で、コントロール、言うと想定して、脅迫。太古からのコントロール用サイドカードですね。赤単に脅迫が入れられるっていうのは結構重要で、結構強いんですよね。で、コントロールに強いのがこのごめんなさい、消えちゃった。勝負服まといのチャンドラー。それはそうだろうね。これですね。これ一応長いレンジになると、結構強いんで、殴るあれも少ないしね。そうです。だからこれ長いレンジになると強いカード、この6枚が一応コントロールだといられる。で、なぜかこの未確認霊柩車が、未認可霊柩車入ってるのは、一応墓地体2枚入れといたらええやろっていう。適当です。墓地からなんか帰ってくる敵なんかいるの？聞いたことないんですけど。でも一応、一応入れるか、みたいな。一応あれよ、なんだっけ、なんか3マナの吸血鬼で墓地からスペル回収したりはしてくるけど。でも分かんないですけど、墓地体はあった方がいいかなっていう感覚で、変えてもいいですけどね、やられる方は。で、兄弟仲の終焉、これ、僕だけだと思うんですよ。赤単で兄弟仲の終焉をサイドに刺してるって、あんまり聞いたことないんですけど、ほとんどクリーチャー使い捨てだから別にいいと。っていうのもありますし、実はこれよく見ていただけると分かるんですけど、並ばないんですよ。浪人並ばないし、こいつ並ばないし、並ぶカードを敵対者フェルドン別に並んでて流されてもいいじゃないですか。で、スクイも流されてもいいと。そうね。だから並ばないのが多いんで、そういうことだよね。アグロ同士とかになった時に、全体流して勝ち切るみたいなパターンあるんですね。そういうことだよね。一応サイドプランとして除去コンにするっていう。なるほどね。除去コンじゃないわ。除去をベースにした赤単、でも除去コンですかね。除去コンっぽいデッキに、除去類のデッキにするっていうプランが一応あるんですよね。それかワンチャンそのまま、この3つのパターンですかね。コントロール、除去、そのままっていう3つのパターンで戦えるっていうのがこのデッキのいいところだと思いますね。なるほどね。ランク戦回した感じなんですけど、です。はい、遊べるよっていう。遊べるよ。環境固まってくると赤単減ってくると思うんで。多分ガードしてないだろむしろ。なんですかガード？いや赤単環境初期が多いからちょっとガードが高くて負けてるよっていう話かと思ったけど。いや相手がどんなのか分かんないじゃないですか。だから戦いづらいっていうのがあるんですけど。サイドのプランも変わってくると思うんで。そりゃそうだよね。あとおまけでこれ入れたらいいかなっていうカードが1枚あるんですけど、黒足したことによって、オブニクシリス、ワンチャンオブニクシリスここに入ってたら面白いっちゃ面白いかなっていう。サイドとかでもいいですし、ミラーとかになった時に、ミラーありえるかどうか分かんないですけど、そうだね。だからなんか使い捨てのやつを犠牲に捧げてオブニクみたい出しますか？でもいいんですけど、並ばないんで、オブニクに、オブニク、そこ、殴れなくなった盤面で、最後オブニク出てくるっていうのはありかなっていう。で、手札詰めつつ、結構ライフのとの選択で手札詰められるんですよね、オブニクで。なんで、結局、でも殴ってくると速攻ケアしなきゃいけないじゃないですか。だから結構オブニクはワンチャン試してないですけど、ありなんじゃないかなと思ってますね。なるほどね。
まあそんなとこですかね。はいはい。もう本当にスタンダードの動画紹介なんで、以上になりますね、僕からは。これ回さないですね、ガチでね。ガチで戦わないっていう。OK です。なんかあります？逆にこれ入れたらいいなみたいな、これプランとしてどうですかね。私にスタンのこと聞かれてもねみたいなね。デッキ構築的にどうですか、逆に。この枚数とか、はいはい、そんなに悪くない枚数ですよね。まあね。フラット受けもいい数ですよね。これ土地21なんですけど。だいぶ絞ったね。でもまあほぼ実質3万だからそうですね、いいんじゃないでしょうか、そこは。やっぱりちょっと4枚もいるのかなって疑問はありますけどね。何がですか？何が4枚？メインに確定状況。ここですよね。まあ前回の環境だと引き裂く炎の4積みでちょうどよかったんで、なるほど。オブ肉じゃなくて、オブ肉じゃない、シェオルの調子いかんによってこの枚数は変わるんじゃないかなっていう。引き裂く炎でいいんじゃないかなって思ってんだよな、正直。あいつ黒の抹消者がいらねえと。そう。なるほどね。現代マジック的なクリーチャーじゃないでしょ、あいつら。いやでも黒の確定除去の方が強くないですか？一応そのサイドが脅迫達成とか結構メリットあるんで。サイドは入れられるはメリットはだいぶ結構あると思うんだけど、メインにいるのかなっていうのはちょっと、ましてや4枚もまあ3じゃねみたいな環境次第で一応枚数は変わってくるっていう感じですかね。確かに。まあ今回の紹介は以上になりますかね。はい。やってみたいと思う方はこのリスト見てやっていただくとちょっと結構勝てるんで、一応ずーっとめっちゃ頑張ってガチでやればメシック上がれると思います。何パーぐらいでいきますか、勝率？勝率結構低いですね。50%とか。50% だとかなり上がれないじゃんって。上がれないじゃんって。上がれないよ。どうすんの？60ぐらい勝てるかな。70とか。60と70だいぶ違うけど。いや、50ちょい超えなぐらいなんで、めっちゃやり込めば上がれます。かなりしんどそうだな。だから、でもまあ一応勝ち越せはするデッキではあると思うんで、そこまでめちゃくちゃ強い、やったぜっていうとこでもないんですけど、一応赤単やられてる方はこれで一応救われるというのを僕は主張したかったということなんで。なるほど。逆にガチで赤単の、プロフェッショナルの方からご教授いただきたいですよね。そうですよね。はい。これ赤単やってる人はちょっとコメントいただければありがたいですね。これいいんじゃないかっていうのをちょっとご教授いただきたいですね。はい。まあ今回の動画は以上になります。はい。おしまい。